レビ師匠とね、実は会合をしたんですよ。レビさんと。で、なんかいろいろとね、話したんですけど、なんか、こう、向かい合ってね、改めて座った時にね、そのお互いの顔をじっくりと見てね、なんか変な感じの空気になって、そう、なんかもう完全にオフ会みたいな空気になってたから、私が第一声で、ご趣味はって言って、レビさんが、お見合いじゃないんだからみたいな感じのことをね、言ってて、あとね、レビさんと、会う前に、私、レビさん待ってたんですよ。で、私ね、15分ぐらい前に着いちゃって、なんか、早めに着いちゃったなって思って、近くのお店とかを見てたら、ちょうどなんかね、ふっかふかの部屋着みたいなのがね、売ってたんですよ。それで、あ、これよく見るなんか、ジェラピケみたいな感じのやつかって思って、で、私結構部屋にいる時間がね、多いから、部屋着とかが欲しいなって最近思ってて、で、ふっかふかの部屋着みたいなやつ、ほぼ着る毛布じゃないですけど、なんかね、毛布みたいな感じの質感で、多分気持ちいいんだろうな。いや、でもこんな可愛い真っ白いの着ても、部屋着だからめっちゃ使い古してすぐ汚れる未来が見えるなって思って、こんな可愛い服を私の部屋に置いて汚すのがなんか忍びないなって思いながら、でもね、すっごい迷った結果ね、買ったんですよ。その服を。ふっかふかの服を。もうどうせほぼ家にいるんだから、家にいて一番気持ちいい服を買おうと思って、ふっかふかの服買って、で、なんか恥ずかしいからレビさんに見えないようにちょっと後ろの方で隠しながらご飯屋とかに行ってて、で帰る時にじゃあさようならって言って振り返る時についにバレて、レビさんが待ってください委員長みたいな、それってジェラピケですかって言われて、でなんか私ね、ジェラピケみてえな服だなって思いながらブランドを全然見ずに買ってたから、それがまさにジェラピケだっていうことに気がついてなくって、これジェラピケなんですかみたいな感じのことを言って、自分で買ったんじゃないんですかみたいなそう話になって、かわいいってレビさんが、いいじゃんジェラピケ買うんですか、かわいいかわいいって言いながらずっと言ってて、これ配信で言ってもいいですかって言ってて、いや配信ではちょっと私も言うか迷ってるんで、一応まだ秘密でみたいな感じのことを言っててで委員長がジェラピケ買うのかわいいみたいな感じの話をずっとねずっとかわいいって言ってくれて、でじゃあ配信ではまだ言わないでおきますねって言ってそのまんま別れましたね。そう、まあ結局話したんですけどね、配信でせっかく部屋着買ったんで、もう配信で話そうって思ってね、結局行ったんですけど、ずっとレビさんが可愛い可愛いって言いながらね、ぐるぐるしてくれてねいや、何でも褒めてくれましたね。うん。いや、平和の世界、リアルでもいっぱい褒めてくれますから、レビさんは。はい。ということで、レビさん、この話解禁です